drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes. こんにちは、学びオタクです。今回の動画は SD ガンダムワールドヒーローズより隠密ガンダムエアリアルの制作動画になります。78代目武者ガンダムに続くキラ鋼物語の一部として、今回の隠密ガンダムエアリアルにもキラ鋼が付属しております。隠密ガンダムエアリアルのキラ鋼に関しては、このキット用だけでなく別売りの天下無双大将軍用のキラ鋼も付属しています。今回はこの隠密ガンダムエアリアルを全塗装で仕上げていきたいと思います。もともと SD 戦国伝で登場する隠密ガンダムは武者ガンダムの双子の弟という設定であり、ノーマルガンダムの別の姿でもあります。今回の SD ガンダムワールドヒーローズでは隠密ガンダムとエアリアルが組み合わさった姿として登場し、付属部品にノーマルガンダムを再現させるシーサーと眼帯がついているため、この隠密ガンダムエアリアルも78代目武者ガンダムとのつながりを感じさせるキットとなっております。こちらもまた40代以上の方には武者ガンダムと同様懐かしく心に深く刺さるキットではないでしょうか。ちなみに私はドンピシャの世代です。今回の動画のポイントは肉抜き穴を埋める、マスキングを丁寧に実施、緻密な塗り分けを実践するになります。先ほど全塗装すると話をしましたが、今回キラ鋼と一部シールで表現されている部分はそのまま残したいと思っています。理由としてはその方が綺麗に仕上がると感じたからです。私学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。今回の塗装前の仮組みは素組みで組む方にも分かりやすいようにシールを貼るとどんな表現になるのかを見てもらいたくて、シールを貼った状態での仮組みを行っております。78代目武者ガンダムと同じように正面から見る分に関しては非常に再現度が高く、塗装しなくてもとてもかっこいいと感じました。ただやはり武器の部分であったりとか後ろ姿には物足りなさを感じてしまうため、私はしっかりと塗装をしていきたいと思っております。なお稼働に関しては78代目武者ガンダムと比較すると非常に動かしやすく、いろんなかっこいいポーズを簡単に取れることが特徴だと感じました。では早速肉抜き穴を埋めていきたいと思います。今回の隠密ガンダムエアリアルの脚部パーツは透明パーツが用いられており、こちらの肉抜き穴を余分なランナーで埋めていき、その後瞬間カラーパテで埋めていきます。もちろん時間短縮のため瞬間接着剤用効果促進剤を使っています。手の手刀の部分の肉抜き穴もプラ板で埋めていきます。プラ板で埋め終わった後はこちらも瞬間カラーパテで埋めて、瞬間接着剤用効果促進剤で時短して、この後ヤスリで整えます。今回の塗装で迷ったのはクリアレッドの部分です。本来であればシールで再現されているところを塗装で表現するために、まずはエナメル塗料の艶消し黒を使って黒のラインを強調し、その後メタルレッドで塗装したいと思っています。まずは黒のラインをエナメルブラックで塗っていき、その後余分な部分を拭き取りました。メタルレッドで塗装してみたものがこちらです。狙った表現を出すことができてなかなか良い仕上がりだと我ながらに思いました。ただし一番目立つ真ん中の部分に関してはそのままシールで表現することにしました。理由は黒のライン部分の彫りがなかったためです。顎下部分のマフラー部分も同様に筋が入ってるライン部分をエナメルブラックで塗装し、その上からメタルレッドを塗装しました。今回は全て塗装するので下地を統一するためにグレーのサーフェイサー1200を塗装しておきました。白サフでも良かったのですが段差などを確認するためにグレーのサフを選択しました。一旦グレーのサーフェイサーを塗ったものがこちらになります。そして今回の隠密ガンダムエアリアルで一番特徴的な首元のマフラーを
先ほどのようにエナメルブラックで塗装していきます。その後再び余分な部分は丁寧に拭き取っておきます。ここの拭き取りはなかなか手こずりましたが、何度かやり直しをすればだんだん綺麗になりました。グレーのサーフェイサーを吹いたパーツにマスキングをしたものからメタルレッドを塗装していきます。今回マスキングの工程が取れてなかったので、前回動画でマスキングの過程を少し撮影してますので、よかったら概要欄から飛んでみてください。先ほどの特徴的な首元のマフラーの塗装もこちらのようにうまく塗装ができました。この上から再びエナメルブラックで溝を塗装していきます。メタルレッドを塗り終えたら隠密ガンダムエアリアルのベースカラーであるホワイトを塗っていきます。理由は一番隠蔽力がないからです。その後順番としてはブルーを塗装し、グレー、そして最後にブラックの下地を拭いてゴールドでまとめたいと思っています。今回もホワイトはガイアのニュートラルグレー1を塗装しています。隠蔽力の小さい順にカラーを塗装していくことで、重ね塗りの際にはみ出た部分を改めて塗装する手間を省くことができます。今度はガンダムカラーのライトブルーを塗装していきます。このライトブルーを塗装する前に先ほどのホワイトの部分はマスキングをしております。隠密ガンダムエアリアルで特徴的な刀の鞘の塗り分けもマスキングを丁寧にすることで再現しております。こちらは肉抜き穴を埋めた足のパーツになります。実は今回胸の首元部分はイエローで塗装しています。こちらは本来パーツで見えなくなる部分ではありますが、元となったガンダムエアリアルの首元のイエローがここで再現されているため、先にブルーを塗装してしまったものの、隠蔽力の強いシタデルカラーのイエローを塗装しました。続いて赤を塗装していきます。こちら通常のミスターカラーのレッドを塗装しています。今回それぞれ省略していますが、ホワイトもライトブルー、レッド、そしてこれから塗るグレーも塗装した後に艶消しクリアを吹き付けています。グレー部分はガイアのミディアムブルーを塗装しています。こちらも塗り分けのために事前に丁寧にマスキングしています。こちらは肉抜き穴を埋めた足のパーツになります。綺麗に塗装され、肉抜き穴が目立たなくなっているのではないでしょうか。ではここからゴールドを塗装するための下地として、ガイアのエボブラックの黒サーフェイサーを塗装していきます。黒のサーフェイサーを塗装するときは色が極端に変わるので、動画にすると分かりやすくて見栄えが良いですね。この黒サフの塗装前にももちろん丁寧にマスキングをしております。マスキングの方法もいろいろありますが、このキットに関してはマスキングテープを貼ってデザインナイフで切り取る方法をとっています。マスキングも始めた当初は手間だな、めんどくさいなと思っていましたが、塗り分けが綺麗にできればできるほどハマってしまい、今ではマスキングテープをどれだけ緻密に貼れるかが楽しみになってたりします。ゴールドはいつものスーパーリッチゴールドを塗装しています。ゴールドも塗装の際には分かりやすく色が変わってくれるので動画映えしますね。最近はガンプラもだいぶ転売が落ち着いてきたようで、
在庫も増え始めてきましたが、今回の隠密ガンダムエアリアルも運よく手に入れることができたのは本当に良かったと思いますが、2024年5月現在も78代目武者ガンダムと同様、定価以上の値段で購入しないとなかなか手に入らない世の中ですね。プラモデル屋さんにふらりと寄って適当に好きなガンプラが手に入っていた時代が懐かしいです。一日でも早くそんな日常に戻ってほしいと心から思います。塗装を終えたらいよいよマスキングテープを剥がしていきます。塗装がうまく塗り分けできてるかどうか、このマスキングを剥がす時が結構ドキドキします。いかがでしょうか。結構綺麗に塗り分けができたのかなと個人的に感じました。今回は隠密ガンダムエアリアルをキラ鋼の部分とパーメットスコアの一部以外を塗装してみましたが、いかがでしたでしょうか。78代目武者ガンダムと比較すると比較的塗り分けも簡単な部類でしたが、今回は筋彫りをせずに完成させました。また額当ての真ん中のメタルレッド部分と腰の真ん中のメタルレッド部分は塗装をせずシールをそのまま採用させていただきました。あとは意識的にマスキングを緻密にやってみたため結構綺麗に塗り分けができてるのではないでしょうか。筋彫りをしていなくてもなかなか綺麗で満足のいく仕上がりになったかと思います。とはいえ SD ガンダムワールドヒーローズのキットは塗り分けが大変なため、やはり難易度の高いプラモデルとなっていると個人的には思います。ということで隠密ガンダムエアリアルの評価はこちら。稼働に関しては78代目武者ガンダムと比較すると非常によく、特に腕回りの稼働の自由度が高いように感じました。もし塗装をせずシールで終わらせるのであれば初心者おすすめ度は星5つですが、塗装するとなると星2つです。今回の隠密ガンダムエアリアルのポイントはパーメットスコアのメタルレッドの部分を塗装するか否かにかかってるような気がします。今回の動画いかがでしたでしょうか。 SD 戦国伝の隠密ガンダムと先日の水星の魔女で話題になったガンダムエアリアルとが元になっているため非常に幅広い世代に好まれるキットかと思います。私学びオタクは今後もプラモデルのノウハウやキットの制作過程、チャレンジしてみたこと、学んだことなどを発信していきたいと思っていますので、見逃さないためにもチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をしておいてもらえると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。Breathe you like a cigarette, lovesick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Lovesick, I'm feeling it.